皆さんは宇宙に対してどのようなイメージを抱いていますか？小さい頃に夜空を見上げ、遠い星に思いを馳せ、将来は宇宙飛行士になりたいと思っていた人もいるかもしれません。しかし、宇宙は想像以上に過酷な環境です。今日は実際に宇宙飛行士が直面した恐ろしい事故について紹介していきます。こんばんは、花です。まず、宇宙飛行士が直面する恐怖は地球上にいる時から始まっています。アポロ1号。宇宙に興味がない方でもアポロ計画は知っている方が多いのではないでしょうか。このアポロ計画は1961年に当時のアメリカ合衆国大統領ジョン・ F・ ケネディが1960年代中に人間を月に到達させると声明を発表し進められたものです。結果としては1969年にアポロ11号が月面着陸に成功したことによりアポロ計画は成功したという印象が強いですが、そんなアポロ計画にも恐怖に直面した宇宙飛行士たちがいました。それは1967年に行われたアポロ1号の発射の予行演習で起きました。宇宙飛行を想定し、船内気圧を外気圧の5倍の酸素濃度にしたアポロ1号の地上試験。この試験中に3人の宇宙飛行士が死亡する悲劇が起きました。原因は船内で起きた火災。電線の被膜がドアの開閉によりめくれ、電線がむき出しになってショートし、冷却剤とマジックテープに引火して火災が発生したのです。その後、アメリカの有人宇宙飛行計画は20ヶ月間中止されました。このように宇宙飛行士の戦いは地球上にいる時から始まっているのです。では、次は同じアポロ計画から宇宙飛行士全員が無事に帰還した出来事を紹介しましょう。アポロ13号。1970年、3度目の有人月面飛行を目指して、アポロ13号は地球から飛び立ちました。その2日後、月を目指す途中で電線から火花が発生したことで酸素タンクが爆発。宇宙飛行士たちは深刻な電力、酸素、水の不足に見舞われました。そんな厳しい制約のもと、アポロ13号は難しい軌道修正を繰り返し、ついに南太平洋の海上に着水し、宇宙飛行士3名は無事地球に生還することができました。この事故では、奇跡的に全員が地球に生還することができましたが、電力も酸素も水もギリギリの状態で、なおかつ厳しい寒さの中で恐怖と戦いながら難しい操作をこなすことを考えると、死の恐怖が目前に迫ってきますね。続いては、任務を成功させた後に起きた悲劇を紹介します。スペースシャトルコロンビア号。2003年1月、スペースシャトルコロンビア号が打ち上げられました。コロンビア号は16日間の飛行期間の間、生命科学や微小重力科学等の実験を実施。その中には日本の実験も含まれていました。任務を終え、ケネディ宇宙センターに帰還する予定でしたが、予定の10分前に管制センターのあるジョンソン宇宙センターとの交信が途絶えました。これと同時に管制センターはコロンビアの飛行データを得られなくなりました。その後、落下の映像や落下の残骸が確認され、空中分解による墜落と断定されました。この事故では宇宙飛行士7名全員の尊い命が失われる結果となりました。帰還の十数分前までは全て予定通りに進んでいたことを考えると、あまりにも突然で宇宙飛行士の気持ちを考えると胸が痛みますね。では、ここでスペースシャトルを例にとって、打ち上げから地球に帰還するまでの流れを一度一緒に見ていきましょう。スペースシャトルの打ち上げから帰還までは大きく分けて5つの段階に分けられます。打ち上げ、上昇第1段階、上昇第2段階、軌道投入から離脱、そして着陸の5段階です。打ち上げ時にはスペースシャトルはボルトで発射台に固定されています。まず3機のメインエンジンに点火が行われます。コンピューターによりエンジンの推力が 100% に達したことが確認されたら点火信号が送られます。点火直前にシャトルが固定されているすべてのボルトが解放され打ち上がります。これが第1段階の打ち上げです。それから2分後、固体ロケットブースターが分離されます。固体ロケットブースターとは、
打ち上げ時の推力を担う部分です。固体ロケットブースターは分離された後、パラシュートで降下し、大西洋へ着水します。この時点でスペースシャトルは高度 45km、時速 4800km 以上に達しています。これが第2段階の上昇第1段階です。この時点でもし機体に欠陥があれば、ひとたまりもないことがわかると思います。続いて上昇第2段階。この段階では空になった外部燃料タンクを分離します。このタンクは大気圏に再突入し、バラバラになって太平洋上に落下します。この時点で打ち上げから約9分が経過しています。その後、スペースシャトルは軌道上で地球から最も遠い点に到達したとき、軌道制御システムのエンジンを噴射して円軌道に投入されます。その後は皆さんがご存知の通り、様々な点検や実験などの任務が行われます。この任務の最中にも宇宙飛行士は宇宙放射線による健康への影響や万が一軌道から外れた場合の軌道修正への対応、宇宙ゴミとの衝突など常に様々な恐怖と戦っています。さて、任務が終わったら、ここからは地球への帰還の流れとなります。まず、今スペースシャトルが乗っている軌道から離脱するため、着陸予定の1時間前にエンジンを噴射して減速します。そして、ついに大気圏へ再突入します。ここまでが第4段階の軌道投入から離脱となります。大気圏に再突入すると、大気により熱せられて、機体の外側の温度は1600度まで上昇します。先ほど紹介したコロンビア号の事故は、この温度上昇に損傷した機体が耐えられずに空中分解したものです。着陸地点から高度約 15km になると、滑走路に入るために円運動を行い、高度を 3km まで下げていきます。高度約 600m になると、着陸状態に入り、パラシュートを開きます。パラシュートとブレーキの力で減速し、前輪が着地。完全停止する前にパラシュートが外され、着陸となります。この流れを見ていても、打ち上げから帰還までの間に、実にたくさんの困難が待ち受けていることが分かってもらえたかと思います。では次は、なぜ宇宙船の事故は起きてしまうのか、こちらを見ていきたいと思います。過去の事故を振り返りながら、その原因を探っていきましょう。ソユーズ1号。ソユーズ1号はソビエト連邦の有人宇宙船で有人宇宙飛行の歴史において最初の飛行中の死亡事故が発生した宇宙船です。1967年、ソユーズ1号は後に打ち上げられる予定の宇宙船から宇宙飛行士2名受け入れるため、そして太陽電池パネルを2枚展開する目的で打ち上げられました。しかし、ソユーズ1号に乗っていたウラジーミル・コマロフは、自分が生きて地球に帰ることはないだろうと確信していたと言われています。実際、ソユーズ1号は太陽電池パネルの2枚のうち1枚の展開に失敗。そのため、宇宙船のシステム全体が電力不足に陥りました。また、宇宙船の姿勢検知装置にも異常が生じ、操縦が困難となりました。軌道を13周する頃には、宇宙船の自動安全化システムが完全に機能を失い、手動システムも部分的にしか作動しない状況になっていました。飛行管制責任者はこの状況を受け、ミッション中止と大気圏再突入の準備を開始。ソユーズ1号は逆推進ロケットを噴射して地球の周回軌道を離脱はしたものの、宇宙船はほぼ制御不能の状態でメインのパラシュートが開かず、さらに追い打ちをかけるように予備のパラシュートも開かないという最悪の状況で時速 145km の速さで地上に激突しました。コマロフはこの衝突によって亡くなりました。コマロフがなぜソユーズ1号に乗る前から地球への帰還を難しいと判断していたのか。それはソユーズの無人試験飛行の結果とコマロフの友人であり、誰もが知るガガーリンにヒントがあります。地球は青かったでよく知られる人類で、初めて有人宇宙飛行を成功させた人物です。コマロフとガガーリンは親友で、共にソユーズ計画に任命されていました。では話を戻して、ソユーズの無人試験飛行の結果からお話ししましょう。当時の他の有人宇宙船と異なり、ソユーズ宇宙船は
無人での試験飛行になんと一度も成功していませんでした。すべての飛行で何らかの問題が起きていて、ソユーズ計画に任命されていたコマロフとガガーリンは、ソユーズには200箇所の設計上の欠陥があると上層部に報告していました。しかし、上層部は全く取り合わず、ソユーズ1号の打ち上げは延期することなく、予定通りに行われてしまいます。それはなぜか。一つ目は、当時ソ連が優位に立っていたアメリカとの宇宙開発競争において、ソ連が勝ち続ける必要があったこと。二つ目は、この1967年という年がロシア革命の50周年にあたる年だったこと。三つ目は、打ち上げ日が4月23日とレーニンの誕生日の翌日で、宇宙開発における快挙でレーニンの誕生日を祝おうという政治的圧力があったこと。この3つと言われていますが、正式に発表されているものではないので、真偽のほどは確かではありません。しかし、どの理由を見ても政治的な思惑で欠陥だらけの宇宙船が打ち上げられることになったのは間違いありません。アポロ1号。今回冒頭でお話ししたアポロ1号の事故についても、その原因を探っていきましょう。事故の原因は電線のショートによる火災でしたね。では、この火災は事前に防止することはできなかったのでしょうか。実は、この火災の原因となった構造については、開発企業から事前に改善策が NASA に提案されていたのです。アポロ1号には脱出用の出口があり、船内側の扉を内側ハッチ、宇宙空間にさらされている側を外側ハッチと呼びます。この内側ハッチは内側に開き、外側ハッチは外側に開く構造になっていました。しかし、外側は宇宙空間ですので、自力で開けることは不可能です。内側ハッチも外気圧より船内の気圧が高いため、内側に開くことができなかったのです。このハッチの構造について開発企業から事前に改善策が提案されていたのですが、NASA は宇宙船で何回も使用されていて問題はないと受け入れませんでした。この2つの事故だけでなく、宇宙船の多くの事故で見受けられるケースが、事前に欠陥や構造上の問題が分かっていたにもかかわらず、改善されず命を落としたということです。確かに宇宙空間はとても恐ろしいです。しかし、本当に恐ろしいのは、人命を軽視し、目先の利益にとらわれる人間そのものかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは宇宙や科学の神秘をお届けしていきます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また、あなたの思ったことや最新情報をコメントしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。